今日は日本の食べ物について話しましょう。食べることは人々の生活に欠かせない大切な要素です。食べ物には古い歴史や文化があります。食べ物を知ることで、その国の文化や歴史もわかります。日本では普段どんな食べ物が食べられているか、その傾向について紹介します。最初は朝食についてです。日本の朝食は主に和食と洋食に分かれます。それぞれに特徴があります。一般的な朝食の内容や実際の料理の例を見てみましょう。和食の朝食ではご飯が主食です。ご飯は白米を炊いたもので味付けをせずに他の料理と一緒に食べます。味噌汁や納豆、漬物がよく一緒に食べられます。味噌汁には家族の好みに合わせていろんな具が入っています。豆腐とわかめが入った味噌汁が一般的です。大根やナスなどの野菜を入れたり、アサリやシジミなどの貝類を入れることもあります。さらに、焼き魚や卵焼き、そして海苔も一般的な朝ごはんです。洋食の朝食では、パンやトーストが主食です。シリアルを牛乳に浸して食べる人もいます。それに、卵料理やベーコン、ヨーグルト、果物などが組み合わされます。洋食の朝ごはんは準備が簡単なので、朝忙しい人や一人暮らしの人に好まれます。朝ごはんは家族と一緒に食べることが多いです。朝の時間は家族が一緒にいる貴重な時間です。朝食は一日の中でもとても大切な食事だと言われています。食事を通じて会話を楽しんだり、一日を明るく始めることができます。朝ごはんは一日の始まりに欠かせない食事です。しかし、朝ごはんを食べない人もいます。時間がない、食欲がない、ダイエットのためなど、いろいろな理由があります。日本の朝食は人々の生活や文化を反映していて、多様性に富んでいます。次は昼食について見ていきましょう。昼食は重要な食事の一つですが、外で食べる昼ごはんと家での昼ごはんには違いがあります。外で食べる昼ごはんでは、忙しい会社員や学生などがランチタイムに外食することが一般的です。日本ではランチタイムは同僚や友達との交流やリフレッシュの時間としても使われます。ランチタイムにはお弁当を持ち寄ってみんなで食べることもありますし、外食することもあります。お弁当は日本の食文化の一部として根付いています。お弁当にはおかずやご飯、サラダなどが入っており、彩り豊かなものや地域ごとの特色を持ったものなどいろいろあります。外食する場合、特にビジネス街では様々な飲食店が並んでおり、いろいろな料理を楽しむことができます。ランチタイムは一般的に1時間ほどです。そのため、注文してからすぐに料理が出てくるレストランが好まれます。
ハンバーガーやファストフードを食べたり、和食の定食屋さんに行ったり、ラーメンを食べたりします。また、昼ご飯をコンビニで買う人も多いです。コンビニでは、おにぎりやお弁当、サンドイッチやインスタントラーメンなど、いろいろなものが売られています。外食するよりも安く手に入れることができ、好みのものを選ぶことができます。自宅での昼食では、家庭で手軽に作れる料理がよく食べられます。例えば、焼きそばやそうめんなど、短時間で調理できる麺類や、前日の夕食の残りを食べることもよくあります。最近では、UberEats などを利用して、昼ご飯を注文する人も増えています。昼ご飯に何を食べるか考えるのは楽しいですね。昼食は一日の中でエネルギーを補給し、仕事や学業を頑張るための大切な時間です。次は夕食について見ていきましょう。夕食は家族が一緒に集まって食事を楽しむ大切な時間です。家庭での夕食の内容は様々です。一般的な和食のメニューはご飯やおかず、汁物などが主になります。季節や家庭の好みによっていろいろな種類があります。焼いた魚や煮物、炒め物などの主な料理に野菜のおかずや漬物、味噌汁などがついていることが一般的です。夕食では和食だけでなく洋食や中華料理もよく食べます。お肉も夕食でよく食べます。お肉は焼いたり、炒めたり、鍋にしたりします。豚肉、牛肉、鶏肉が一般的です。日本では住んでいる地域によって魚の新鮮さが違います。海が近い地域では安くて美味しい魚が手に入ります。そのため、魚を日常的に食べる家庭が多いです。海が遠い地域では魚の値段が高く、冷凍されたものが多いです。一方で、肉は価格や品質がある程度一定です。そのため、購入しやすく、よく食卓に並びます。夕食は家族で外食することもあります。特に、週末や特別な日には、家族や友人と外食に行くことがあります。外食は、新しい料理や食材を楽しむだけでなく、家事の手間を省くことができるため、多くの人々にとって魅力的な選択肢となっています。誕生日やお祝いの日には、お寿司や焼肉を食べに行くことがよくあります。また、結婚記念日など特別な日には、高級なレストランでコース料理を楽しむこともあります。家庭での夕食の内容や外食の習慣は、日本の食文化を体現しています。次は、間食について見ていきましょう。日本では、間食も一般的な食習慣の一部です。3時のおやつという言葉があります。午後3時に間食を食べる習慣があります。実際は午後3時ではなくても間食をしますけどね。仕事や勉強の合間、またはちょっとしたおやつとして、いろいろな間食が楽しまれています。
一般的な間食には、お菓子やスナック菓子、果物、乾物、和菓子などがあります。季節によって異なる間食の習慣があります。夏にはかき氷やスイカなどの季節の果物、冬には焼き芋やみかんなどの季節の果物が人気です。ポテトチップスやおかき、チョコレート菓子、焼き菓子などもよく食べられます。次はコンフォートフードについて見ていきましょう。実はコンフォートフードという言葉はあまり日本では一般的ではありません。しかし、言葉はなくてもコンフォートフードと呼べる食べ物はあります。人によって好みは異なりますが、多くの日本人がコンフォートフードとして食べるものを紹介します。最初に、卵かけご飯です。白いご飯に生卵を割って醤油をかけて食べます。ご飯と卵の甘さと醤油の塩味がとてもよく合います。また、猫まんまも好きです。猫まんまとはそのままの意味で猫のご飯です。白いご飯に鰹節と醤油をかけたり、お味噌汁をかける人もいます。人によって猫まんまの食べ方はいろいろですが、実際には猫の食べるご飯ではありません。人間の食べ物です。もちろん、おにぎりも忘れてはいけません。梅干しや昆布など、好きな具が入ったおにぎりを食べるとほっとします。また、日本では食べ歩きも楽しめます。食べ歩きとは、町やお祭りの時に屋台やお店で売っているお菓子や料理を食べながら歩くことです。旅行先で地域の文化の食べ物を試しながら歩くのは楽しいです。食べ歩きの代表的な食べ物には焼き鳥やたい焼きがあります。焼き鳥は鶏肉を串に刺して炭火で焼いたものです。たい焼きは小麦粉で作った生地にあんこやカスタードを入れたものです。他にもお団子やコロッケなどもあります。地元で有名な食べ物を味わいながら観光したいですね。日本の食事文化は家族構成や生活スタイルによって異なります。例えば、独身者や共働き夫婦の場合、外食やコンビニ食品が主流となることがあります。忙しい毎日では、手軽に食事を済ませるために、調理時間や手間を省くことが大切です。一方で、家族連れの場合、家庭での食事が重要視されます。家族全員が一緒に食卓を囲んで、会話を楽しむ時間を大切にします。そのため、手作りの料理や昼食にお弁当が用意されることがよくあります。また、日本の食文化は地域や季節によって異なります。例えば、北海道ではカニなどの海産物や鍋料理が豊富です。一方、沖縄では海藻類や野菜が楽しめ、ゴーヤチャンプルーや沖縄そばが親しまれています。季節の変化に合わせて、地域ごとに独自の食材や料理が楽しめることが、日本の食文化の豊かさの一つです。今回は日本の食事文化についてご紹介しました。
皆さんが日本の食文化をより理解し、楽しんでいただけることを願っています。日本の食事文化に興味を持ち、学んでくださる皆さんに感謝します。次回の動画もお楽しみに。そして、もし、まだチャンネル登録をしていない場合は、ぜひチャンネル登録をお願いします。